はい、皆さんこんにちは。本日3月2日になります。早いもので今年も2ヶ月経ってしまったということで、そんな中、富士トランスポートでは新車続々とね、予定通り入ってきておりますので、どんな車があるのか皆さんにご紹介をしていきたいと思います。まずこちらは FS74 のスーパーグレードですね。スーパーグレードのハイキャブ、ショートキャブ、プレミアムライン。でね、ショートキャブだけど内装のクオリティ高いですよっていうのを導入してます。それの、ドライウィングではなくて、こちらは富士エアカーゴエクスプレスと書いてありますので、航空ウィングという、中にオートフロアっていうね、床が動く装置がついたお車になっております。はい。で、こちらをした、反セノプロというかね、ヨーロッパ仕様のパーツを取り付けた車になっておりまして、非常にお金もかかっててかっこいい車になってます。そんな車なんですけど、新車でどこに行くのかというと、所沢支店に導入されるお車ですね。同じく航空ウィング。こちらは移管先が奈良支店になっております。奈良支店で使うということですね。この2台でもね、不思議ですね。航空拠点ではないですけど、奈良と所沢に移管されるということです。こちら同じく航空ウィングですね。移管先未定になっております。で、この辺ずらーっと3台同じ車がありますが、こちらも全て移管先が未定になっておりますので、おそらく航空拠点ですね。当社でいう航空拠点というのは、まず成田支店で、中部空港支店で、あと関空支店で、あとは福岡支店。ここがね、大体主に航空関係の荷物を取り扱っている支店になっております。で、合わせて富士エアカーゴエクスプレスもね、営業所を併設しているようなね、感じになってます。空港のお仕事っていうのはルーズって言って、航空貨物、フォークリフトで積むものもあるので、そういったものを積む際には横開けでね、積んでいくわけですけれども、どっちも対応できますし、当然一般の荷物も積むことができるということで、オールマイティな車両にはなっております。ちょっとね、後ろ見てみましょう。すごいデザインもかっこいいでしょ。ね、ラインが通常の富士トランスポートとは違う作りになっております。こんな感じでね、リンギ入れて、上は消火器ですが、下は長物が入れられるようになってます。普通の2枚観音で6番4本。観音扉になっております。下当てゴムローラー、上も当てゴムをね追加しておりますので、接岸も容易にできるということですね。オートフロアっていうのはね、中尾工業っていうところがね作成しております。そこのオートフロアと箱はトランテックスというね組み合わせになってます。どんな感じなのかちょっと中をご覧いただきたいので開けてみます。こんな感じになってるわけですよ。通常のウィングだけどこう床がね動きますというで、ちゃんとストッパーついたりしてるんでね、当然こう立てとけばね勝手に流れてきてもこれ止まりますんでね、とてもすごい力なんで、ほんと1トン2トン余裕でねゴロ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 って満載でもねいけるぐらい力があります。内装はこんな感じの非常にお金がかかったトラックになってます。航空拠点を中心にうちでは配備しているような感じですね。こちらの2台ですね、空調ウィングってやつです。で、こちらはさっきの航空ウィングとは違ってですね、加温とか、あとは低温、マイナス5度からプラス25度の温度帯をキープしながら、精密機械なんかに影響をあまり与えないようにソーレンエアサスの車になってますし、湿度の調整なんかもできますので、そういった特殊なデリケートな機械を運ぶのにとても適した車になってます。新車で、配備先こちら未定になってますね。こちらもね、航空拠点で使うケースが多いです。精密機械とか、やはり航空貨物で来ることが多いので、あとは機械メーカーさんとかですね、半導体メーカーさんとかね、そういったところに入る車になってます。で、こちらも当然ウィング車なので、通常の一般仕事でも使うことができる感じになってます。ウィングキャッチなんかもこう深さがね全然違うじゃないですか。こっちとかだとね深く切りかけ入れてえぐってるんですけど、断熱材をいっぱい入れてる関係でどうしてもクリアランスが取れないということで、こういったガッチャになってます。航空仕様もそうですね、こういったガッチャになってるということですね。じゃあこちらも後ろを見てみましょう。後ろこんな感じで、こちらも2枚扉の、4本のロックバーになっております。基本的に当社ではセノプロは別として自社の車は4本ロックバーにしております。万が一ね重い荷物とかやはり2本だと不安なので、4本つけることによって当然ドライバーさんも安心ですし、お客様も安心して当社にね荷物を預けていただくことができるということです。で、最大積載量は11トン800ということで、ドライウィングより2トンまではいかないけど 1.5 トンぐらいは減トンしてしまうという感じです。で、ちょっと中をお見せしましょう。中はこういう感じになってます。外エヴァになるんで、内寸はねエヴァの分は外に出てるんでそこは取りやすいですけど、基本的にドライウィングよりは当然内寸は狭くなります。しかしながら作りが全部横はアルミのパネルだし、ウィングと煽りと下はトコステンなんですよ。普通トコ鉄板亜鉛鉄板引くこと多いんですけど、うちはねステンレス敷いてます。で、横エアラインレールという、やはりね特殊貨物を運ぶのに適しているお車でも一般もできますってね、オールマイティといえばオールマイティのお車です。で、非常に乗り心地もいいしね、乗務員さん的には、このタイプの車はうちフルキャブになるんで、当然エヴァがショートキャブだとつけられないんですよ。つけると寝台がなくなってしまうので、そんな関係上フルキャブになるんでね、乗務員さんも結構喜んでいただいてるお車になってます。で、当社のトラックはね、最近のは、当然バックアイカメラを4月から標準でつけないといけないんですけれども、サイドカメラというのも当社としては標準でつけております。で、こちらのお車も下回りがヨーロッパ仕様になってるわけですね。なんで見た目も、純正ではないんでね、やはりかっこよくできております。
続いてこちらは中低小ウイング。これは FR という日野の10輪ですねのショートキャブでございます。こちらもね新型の仕様になってますんで、センサーのねこう位置とかが横にずれ込んでるんですよね。少し前だとここにボコってつくんですけど、これがねこっち側にずれ込んでるのは今の現行型のプロフィアということになります。でこちらはスライド観音の中低小で、横も似た感じなんですけど、こちらは4000番台のお車つって、昔は7000番台だったんですけど、こちらは高小ウイングということでタイヤのサイズが違います。フロントに関してはねともにこの275の 8022.5 入っております。こちらもそうですね、 275-8022.5 で、リアがねちょっと違うんですよね。高小に関してはこちら275の 8022.5 履くんですけど、中低小の場合はねこの275の 7022.5 になるんで、若干こっちの方がねこうちょっと分かりづらいですけどね、高さは同じなんですけど、この煽りの位置と下のこの床の位置がやはり違うと思うんですよ。そんな感じで似た仕様なんですが、床の高さが違うと、そういう車になってます。でちょっと戻ってこの中低小から見ていきましょう。中低小ウイングの場合は、路線もできるけど、低小に近い荷物も積むことができるよということで、内寸が2600いかないぐらい取れてるんですかね、高さ内向が。なのでそれなりの荷物も積めるし、10m ですしね、カゴなんかも18本入りますんでね、そういう箱をトランテックスで作ってるということでございます。もうほぼほぼトランテックスですね、当社の車は。あちらのコークウイングもそうですし、この空調もそうですし、あとこちらもトランテックスということで、ほぼほぼ箱はトランテックスで今は構成されてます。でこちらの仕様はリベット仕様の、煽りに関してはキャッチを標準車より増やしてますので、完成車だとねキャッチ3本、中柱のところに1本と、あと端に1本ずつっていう感じなんですけど、当社の場合はねこう7本っていうことでね、非常に安心感があると。それは先ほども申し上げましたけど、乗務員さんもお客さんも安心していただけるということです。仕様に関しては下回りはやはりヨーロッパ仕様になってます。燃料タンクは長距離仕様なんでね、300、200の500になってます。で今スタッドレスタイヤ装着時期ですので、新車でスタッドレスの東洋さんのタイヤを履いてるということです。で特徴としてはこのスライド観音というね、開けた時に横滑りさせられる観音扉にしているところが特徴となってます。これがねどんな風に開くのかね、ちょっとやってみましょうか。で後ろもねロックバーが内側に隠れてますね。その見栄えを考慮してるっていうのもあるんですよね。ちょっと開けてみましょう。はい、じゃあどういう風にねスライドをするのかちょっとやってみましょう。こういう感じで横にして、あとはもうそのままね押し込んでいくだけです。はい、戻すときはこれを上げていけば簡単に戻るということで、なんでこういう機能をつけてるかというと、やはり開けた時に普通の扉回さなきゃいけないですけど、スライドだったら狭いところでもね開閉がしやすいというのがあります。開けたままね走行するのも減らせますしね、なるべく近いところで観音を開けてで接岸するっていうことにすれば荷物の落下リスクも減りますんでね、当社はこういうのにしているというのもあります。であとはロックバーが隠れたタイプ、内側にロックバー隠れるんですけど、こういったタイプって通常は下につくんですよ。パブコさんなんかそうなんですけどね。ですが下だとね開けづらい、ホームの上から開けたりするのにやりづらいってことで、滝源さんのこのロックバーつけてます。そうすると中側に上に上がるんでね、そういうのもあってこういう仕様にしてます。で箱の仕様に関しては中低小なんでだいぶ内向取れてますね。で滝源の足掛け、煽り開いた時にステップとして使えるものでしたり、当然エアサスなんかも調整ができるようになってます。で下バンブーでね軽くて丈夫で滑りやすくて、ロー塗ったら滑るし、塗らなければ荷物止まるし、本当バラおろしなんかねロー塗ってガーッとやればスーッと滑っていくんでね、非常にね荷下ろしなんかもやりやすくなります。今新車なんで標準装備で一応コンパネ8枚で8砲16枚で、こちらは鉄板ですね。こういったものを標準搭載して各支店に配備されます。でねこれウイング車なのにこういうのがついてるっていうところがまたね画期的なんですよね。高小も中低も見た目というか作りは同じなんですけど、床の高さが違います。こちらだとだいぶね内向が違いますよね。こちらだと多分2500ちょいとかなんでしょうかね。機能としては同じです。床バンブーで高いですけど、であとラッシングのねここ空調とかコークウィングに関してはエアラインレールとかついたりするんですけど、ドライウィングの場合は普通のラッシングで床ラッシング使わなくてもそのままいけるというものになってます。で共にエアサスなんかもコントロールできるようになってます。床がなんで高い車作るかって言ったら、路線のホームっていうのは高めにできてます。最近展開してる路線会社の新しい拠点なんかは低いのもできてますけど、基本高い床が多いんでね、うちはそこはお客さんに合わせる形で高い床のものも作るけど、でも18枚パレット乗りますよねって、18枚仕様にしてます。これが中低と高小の違いということになってます。パッと見そんなに変わらないんですけどね。でこちらの、中低小に関しては岡山支店に移管で、こちらの高小に関しては大阪支店ということですね。共におそらく路線業務に使われると思われます。同じく4000番台のこちら高小は長野支店ということです。で次こちらにあるのが日野の今度は FW ですね。低小4軸のショートキャブで、通常の
ドライではないです。こちらはトプレックさんにお願いして作ってもらってるコールドチェーン、要するに冷凍車ですね。で、近年ではですね、低床4軸の冷凍車って非常に増えてきてまして、当社でも、高床の方がね、数は多いんですけど、低床もどんどん最近は多くしてます。理由としては、冷凍食品を扱うような倉庫さんとか、そういったところのインフラっていうのが低床に合ってきたということで、やはり低床の方がね、内寸も取れますんでね、輸送効率高いので、低床がどんどん今需要としては増えていると。そこにうちも着目してこういった車を製作しております。見た目もね非常にかっこいいです。やはりヨーロッパ仕様で下回り、マーカーですとかサイドガード、フェンダーは下回りヨーロッパ仕様のものを付けております。そしたらこちらトプレックさんの箱もちょっと見ていきましょう。コールドチェーンということで、下回りなんかね、消火器なんかうちはね必ず外にも付けますんでね、付いてますし、タンクに関しては300、200、500ですね。こういう時期なんでスタンドにされてます。こちらミシュランですね。ミシュランのタイヤになってます。で、面白いのがね、こういったところ冷凍機のバッテリーになってます。あと工具入れとかねついてます。で、後ろこんな感じですね。やはり上にも後ゴムがついてます。で、下ローラーではないですけどね、結構太く当てゴムついてます。横扉ない、サイド扉なしですね。なんで一番冷えます。純正でもマイナス25度は余裕でいくと思います。積載量に関しては12トン400ということで、そこそこ冷凍車にしては積めるかなという感じですね。この車に関しては A09 っていう小さい方のエンジン、今ね日野さん問題があって E13 積めないんですけど、A09 なんでエンジンも多少軽いです。昔の E13 に比べてそういうのもあって取りやすいのかなと思います。それではこちらも中見てみましょう。やっぱねこのロックバーがねステンレスのこのやつはかっこいいですね。はい、こんな感じですね。で、2エバー式になっておりますので、後ろは、トープレさんの冷凍機で、前がサーモキングというね、こういう仕様になってます。で、上はですね結露防止シートが貼ってありますので、段ボールなんかの商品の上に結露が落ちるのを防ぐことができます。エアサスのコントローラーなどもね当然庫内につきますし、で面白いのが庫内灯が横につくっていうね、上の横に庫内灯がついております。で、中敷きにがついてますんで温度帯は当然変えられます。前マイナス20度で後ろはマイナス5度とかねできるわけですよ。ただ空調が循環しますんでね、こうしたキーストンっていうものになってます。このキーストンも今 I 型キーストンってねぶっといものになってるんですけど、昔はね T 型のキーストンだったんですけど、T 型キーストンだと結構曲がったりするんでね、もう今は I 型になってます。なんでこうキーストンにするかっていうと、冷気通るためにこういう風にしてるわけです。ぐるっとこう循環するためにね。でも温度帯違う冷気が向こうに行ってこう行き来しないようにストッパーを真ん中つけられるようにしております。端に関してはねこうステン仕様になってますんで非常に頑丈です。普通はね白い板みたいなのあるじゃないですか。あれはねデュラウッドっていうんですよ。ツルツル板みたいな保冷車よくついてます。でデュラウッドをねここまでつけるんですけど、こちらの車の場合はここをステン仕様にしてます。当たってもね丈夫だしパレット刺さりづらくなっております。こういうのが冷凍車の庫内になってます。非常にお金かかってます。2エバー式ってのがね高いんですよ。後ろと前とねそういう仕様になってます。扉閉めていきましょうか。これが冷凍車ですね。こういった冷凍車2台が成田支店とあと九州コールド支店にね移管されるという予定になっております。かっこいいですね。やっぱプロフィアフロントのね顔面がかっこいいですね。しみじゃん。こちら最後、これがまたねいびつなお車でございます。5222っていうね車です。で、一見するとねまだこれ車種状態なのってね思われるかもしれないんですけど、そういうことではございません。こちらはですねスワップボディっていうねお車になります。ただね当社でよく運用しているスワップボディとはまた違うんですよ。こちらは箱として 4.1m のね箱がつくスワップボディになってますので、あまり取り外すことはないです。しかしながらね登録の関係上スワップボディで運用するっていうしております。で、何が乗るのかっていうと、こちらもおそらく5000番台なんで航空系の車ですね。で、当社では 4.1m の航空バン多数今ね導入してるわけですけれども、それのショートキャブタイプですね。フルキャブではなくてショートキャブ 10m のタイプになっております。それではねちょっとシャシ見ていきましょう。こちらに関しても A09 エンジンの双輪エアサスです。なのでフロントもねベローズがついております。これ A09 エンジンにリターダーがついてる感じです。丸見えですね。普通のスワップとまた違います。普通のスワップだとねゴロゴロってローラーがね要所要所つくんですけど、こちらはねそういうのはついておりません。ちょっと説明する内容はそれほどないんですけど、真ん中のフレームの下にリアタンクとかをね全部隠してるというかじゃないですけどついております。すごいですね。これとかデフとかですよね。でもなんか見るとちょっとこう防水塗装っぽくなってますね。あんまり錆びないような塗装が施されている感じになってます。でこれもジョロダーの仕様になるということで、なんだろうなこれこういうねエアローラーですね。多分電動ジョロダー、うちはハイドローダーっていうジョロダーつけてるんですけど、そちらの電動タイプがねこちら装着されるお車になるはずです。これもそうですね。電動ハイドローダーのコントローラーが、ね、収納されております。でこちらに関してはエアサスですね。エアサスを増設できるようになってます。もう日野に関してはこの仕様がそうなんですかね、ちょっと防水塗装っぽくなってますね。やっぱり雪国とかね錆びるんでね、私も中古車結構ね販売するのに扱ってるんですけど、やっぱり融雪地帯の車は錆びすごいんで、そういうのを考えるとねこういった防水塗装を最初から施されてた方がいいのかなと思います。でこうね積載は
15トンで、当然上が積載物になるんで、非常に積載取れてるように見えてますけど、そんな感じですね。面白いですね、後ろから見ると。で、あとこれ冷凍車ですね。こちら、運転席側ですけれども、当然、スウェーバー式ですので、トプレックの冷凍機。こちら直結式になりますが、オーバーハングにつきます。で、サーモキングの、冷凍機ですね。こちらサブエンジン式になりますんで、真ん中につくということで、なかなかね、この2エバー式ってね、メーカーさんも本当は嫌がります。なぜならこのトプレックさんでも、サーモさんでもそうですけど、冷凍機っていうのをオーバーハングにつけるのを非常に嫌がるわけですよ。理由としては、やはり揺れるから。やっぱ振動が多いとね、どうしてもその機械的な性能っていうか、やっぱ品質の保証ができかねるっていうか、難しくなるっていうのが、理由であるんですけど、そういった理由でね、ちょっと難しいんですけど、うちではね、うまくやってもらってるような感じになっております。で、バッテリーなんかもね、当然普通であればホイールベースにつくんですけど、場所がないので、オーバーハングについてるような感じになってます。こちらに関してはまだ移管先未定ということですが、おそらく航空拠点でしか使用しないと思います。で、4.1 なんで当然ね、通行許可とか取って運用するようなお車になります。はい。で、続いてこちらがね、熊本支店行きの4トン車でございます。FDA ですね。こちらも現行型なんですが、こちらのポイントとしては、FDA は FDA なんですけど、これ箱落ちは乗せ替えで運用するケースが多いです。で、箱がね、もともとあっちの7302っていうね、あれ実は引退するお車なんですよ。で、もうこちらももう100万キロ近くの距離を走ってるんで、箱だけ使って隣の車、車種に乗せるっていう、そういう準備をしてるところですが、それと同じような運用ですね。こちらはウィングになりますけど、この車は箱を再利用しているということです。理由としては箱の価格も年々高くなってるので、使う箱は使おうということで、うちも当然ね、あちらの車みたいに新しいお車がどんどん販売用になってきますんで、ああいった車の箱を下ろしてもそんなに古い箱ではないので、見栄え的にもそこまで見劣りしないっていうのがあります。で、ベースとしてはハイルーフですね。このレンジャーといえばやはりこのハイルーフが高いのがね、非常にメリットではあるんですけど、居住性はいいです。ただレンジャーも低馬力と高馬力があって、低馬力だとね、燃費も良くないっていうので、やっぱりアドブルー付きに戻しております。で、タンクは200タンクです。で、こちらの車は格納ゲートが後付けで装着されてるんで、特殊な仕事があるんでしょうね。追加作業も当社自社で全部やりますんでね、格納ゲートをつけて当たらないように、こういった細かいところですけど、切りかけ入れたりね。で、当然再塗装もしますし、そんな形でうまく仕上げてます。積載もちょっと落ちますね。2150。もうなんかね、4トン車というか、2トン車って感じですね。イメージ的に。こういったお車ということですね。はい。こちらももう役割ご免でございます。なんでね、そこまで走行伸びるのかというと、乗務員さん交換しながら車だけ動かすっていうような運行をしております。そんなのもあってね、1年で伸びる距離っていうのはものすごいです。もう便によってやはり九州から関東とかね、毎日行ったり来たりしてるようなもあるんでね、そういった便に使用してた車なんで、ちょっと走行がやはりいってると。この車なんか多分平成30年とか31年式ですけど、走行距離で言ったら100万キロ行っております。そういう車を乗せ替えて新しい車種に乗せ替えると。箱をね。で、これなんかバンのすごい軽い箱なんですよ。だから積載も取りやすいんですけど、なかなか今だと作ってくれなかったりとかあるんでね、こういった箱をそのまま移行して使うということです。今日はちょっと横動画でゆっくり当社の今現在の入庫車両っていうのを見てみてあるんですけれども、最近では日野もだいぶ車入ってくるようになりましたんでね、見栄えがいいというかラインナップが多めです。ほぼほぼショートキャブですけどね、空調以外は、そういった種類があるということです。5月になったらまたね、新しく新型のスーパーグレードも導入される予定でございますので、そのあたりもね、自社の車入りましたら皆さんにね、どんな仕様になるのかとね、お楽しみにしていただければと思います。塗り分けがね、非常にうちも難しくて、デザインがね、言い悪い賛否両論あると思うんですけど、塗り分けをどうしようかっていうところで今悩んだりしますんでね、そのあたり含めて楽しみにね、していただければと思います。はい。それではね、また動画企画して撮影しますので、お時間の際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。